こんにちは。今回は幸福優位7つの法則、仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論という本をご紹介します。この本はハーバード大学で長年研究されてきた幸福と成功の関係性に基づいて書かれたもので、私たちがより幸せに、そしてより成功を収めるための具体的なアプローチが示されています。特に従来の成功すれば幸せになるという一般的な考え方とは逆の発想、すなわち幸福が成功を引き寄せるという理論を中心に展開しています。まず最初に、この本が提唱する幸福優位の概念について説明します。私たちは一般的に成功をすれば幸せになれると考えがちです。例えば、昇進や金銭的な成功、目標の達成が幸福をもたらすと信じています。しかし、著者であるショーメーカーは、幸福は成功の結果ではなく、むしろ成功の前提であると述べています。つまり、幸せであることが、私たちに成功をもたらす力を与えるという考え方です。幸福であることで、私たちの脳がポジティブな状態になり、創造性や生産性、問題解決能力が向上します。これにより、仕事や人生のあらゆる場面で、より良い結果を生み出すことができるのです。幸福を感じているとき、私たちの脳は、ストレスに対しても強く、困難に直面したときも、冷静に対処する力が高まります。では、具体的にどのようにして、この幸福優位を実現できるのでしょうか？著者はそのために、7つの法則を提唱しています。ここでは、その中のいくつかの法則を詳しく見ていきましょう。まず、1つ目の法則は、幸せのメリットです。これは、幸福感が脳のパフォーマンスを向上させるという理論に基づいています。エイカーは、多くの実験を通じて、幸福な状態にある人々が、より高い生産性を発揮し、より良い成果を上げることを示しています。例えば、職場でポジティブな感情を持っている従業員は、仕事のパフォーマンスが向上し、チームワークが強化され、創造的なアイデアも生まれやすくなります。この法則は、まず自分自身が幸せを感じることが、成功を手に入れるための重要な要素であることを教えてくれます。次に紹介するのは、ティンカーベル効果です。これは、自分が信じることによって、現実が変わるという理論です。私たちは、何かを信じることで、その信念が行動に反映され、結果的に、その信念が現実になることがあります。例えば、自分が成功できると、強く信じることで、その信念が自信となり、積極的な行動を引き起こすのです。反対に、失敗を恐れて行動しなければ、失敗が現実になる可能性が高くなります。この効果を活用することで、私たちは自分の心と行動をポジティブな方向に導くことができるのです。また、3つ目の法則として、カオスの中の秩序が挙げられます。これは、私たちが困難な状況に直面しても、その中に秩序や意義を見出すことができるという考え方です。私たちは誰しも予測不可能な状況に直面することがあります。例えば、職場でのトラブルや予期せぬ問題に対して、ストレスを感じることがあるでしょう。しかし、この法則では、その混乱の中でも、意義を見つけ出し、前向きなアクションを起こすことが大切だと説いています。例えば、大きなプロジェクトで問題が発生したとき、それをただ問題として捉えるのではなく、それを解決するための機会と捉えることで、ポジティブな結果を引き寄せることができるのです。著者は、このような考え方が、困難な状況でも前に進むための強力なツールであると強調しています。さらに、エイカーは、成功の定義を変えるという法則を提案しています。私たちは、成功を単純に目標の達成と定義しがちです。しかし、エイカーは、この考え方を拡張し、成功を日々のポジティブな行動の積み重ねとして、捉えることを進めています。つまり、成功は単に大きな目標を達成することだけでなく、毎日少しずつ前進することや、自分自身に対して、誠実に生きることでもあるというのです。このアプローチを取り入れることで、成功へのプレッシャーを軽減し、日々の生活の中で達成感を得ることができます。毎日を充実させるためには、最終的な成果だけを追い求めるのではなく、プロセスそのものを楽しむことが重要だと、この法則は教えてくれます。また、エイカーは、社会的つながりを強化することが幸福と成功に直結する重要な要素であると強調しています。人間は社会的な存在であり、他者とのつながりが幸福感に大きく影響します。著者は、成功するためにはまず、周囲の人々との良好な関係を築くことが不可欠であると述べています。例えば、職場や家庭での人間関係が良好であれば、ストレスが軽減され、パフォーマンスも向上します。具体的な方法として、日常的に感謝の気持ちを表すことや、他者を支援する行動をとることが挙げられます。これらの行動を通じて、周囲の人々との絆が深まり、それが結果的に自分自身の幸福感を高めるだけでなく、成功への道も開けていくのです。幸福優位7つの法則は、幸福が成功を引き寄せるという逆説的な理論に基づき、私たちの生き方や働き方を変えるための具体的なアプローチを提供しています。
現代社会では成功が先にあり、その後に幸福がついてくると考えることが一般的ですが、この本はその常識を覆し、幸福が先にあることで、成功が後からついてくるという新しい考え方を提案しています。では、引き続き、幸福優位7つの法則における残りの法則について説明していきます。次に紹介するのは、逆境をポジティブに変える力という法則です。私たちは人生の中で必ず逆境や困難に直面します。仕事においても、家庭においても、すべてが順調に進むことはほとんどありません。しかし、この法則では、そうした逆境こそが私たちを成長させ、成功に近づける重要な要素であると説明されています。エイターは逆境をどのように捉えるかで、その後の結果が大きく変わると述べています。例えば、失敗やトラブルが発生したとき、私たちはそれを単なる障害として捉えることが多いですが、著者はその逆境を学びの機会として捉えることを勧めています。逆境に対してポジティブな視点を持つことで問題解決能力が向上し、結果的に成功へとつながるのです。このような逆境に対する柔軟な姿勢は私たちが持つべき重要な成功の鍵と言えるでしょう。次に取り上げるのはポジティブ習慣の力です。幸福優位を実現するためにはポジティブな習慣を日々の生活に取り入れることが非常に重要です。この法則では小さなポジティブな行動が積み重なって人生全体に大きな影響を与えることが示されています。例えば毎朝感謝の気持ちを持って一日を始める、または日々の小さな成功を記録するなどポジティブな習慣を作り、それを繰り返すことで幸せな気持ちが増幅され、成功へのエネルギーが蓄積されていきます。ポジティブな習慣を継続することは特に忙しい日常の中では難しいと感じるかもしれませんが、エイターは小さなステップから始めることが大切だと述べています。例えば毎晩寝る前にその日に感謝したい出来事を一つだけ振り返る習慣を持つことで、日々の感謝の気持ちが自然に身についていきます。これが結果として幸福感を高め、前向きなエネルギーをもたらすのです。最後に成功の拡張効果について触れたいと思います。この法則では、ポジティブな感情や行動がどのようにして他者に波及し、周囲の人々や環境に良い影響を与えるかが解説されています。成功は一人だけで成し遂げるものではなく、周囲の協力や支えがあってこそ可能です。自分自身がポジティブであることで、そのエネルギーが他者にも伝わり、職場や家庭での人間関係が良好になり、チーム全体の成果や幸福感も向上します。この拡張効果はリーダーシップやコミュニケーションにおいて特に重要です。リーダーがポジティブであると、チーム全体が同じようにポジティブになり、生産性が向上するという研究結果もあります。つまり、幸福感は伝染するということです。エイターは、ポジティブなエネルギーが周囲に与える影響を意識的に活用することで、組織全体がより成功へと導かれると強調しています。幸福優位7つの法則の核心メッセージは、幸福が成功をもたらすという逆説的な考え方にあります。成功のために幸福を犠牲にするのではなく、まず自分自身が幸せになることで、より大きな成功が引き寄せられるのです。この本は日常生活や仕事で即実践できる具体的な方法を多く提供しているため、自己啓発の第一歩として非常に有用です。もしあなたも日々の生活や仕事で幸福を感じられない、成功を追い求める、あまり心の余裕を失ってしまったと感じるならば、この本はあなたの視点を大きく変えてくれるでしょう。幸福を追求することで、より多くの成功を手に入れるためのヒントが詰まっています。興味を持たれた方は、ぜひこの本を手に取ってみてください。下のリンクから購入できますので、ぜひチェックしてみてください。次回の動画もお楽しみに。